どうも KT です。老舗から B 級グルメまで何でも食べまくる KT イーツが今回は東京で食べられる本場の博多ラーメン5選をご紹介します。日本三大ラーメンと言われる博多ラーメンの店は東京にもたくさんありますが、今回は東京にいながら福岡に行った気になれる本場の博多ラーメン店ばかりですので、最後までゆっくりご覧ください。まずはじめのお店は創業昭和21年、福岡で戦後間もなく屋台から始まり、博多ラーメンの源流の一つに数えられる名店中の名店、博多を代表するそんな名店の味を受け継ぐお店がなんとこの東京にもあるんですよね。豚骨ラーメン好きなら知らない人はいないこちらのお店は昭和53年創業、この地で長年愛され続け、多くの著名人が通うお店としても有名ですが、福岡出身のタモリさんの愛するお店としても知られています。メニューはこちら。メニューは福岡の赤のれんと比べるとシンプルですが、ここでしか食べられない一品もあるので、今回はそれも頼んでみたいと思います。博多ラーメンなのでもちろん麺の茹で加減を選べます。麺の硬さは5種類、その他にもお好みの油の量や味の濃さも注文できます。チャーシュー麺は大きくて分厚いチャーシューが5枚、ネギ多めのトッピングを別皿でお願いしました。赤のれんといえばまずこの香り、豚骨の嫌な臭みではなく、豚骨と醤油の芳醇なこの香りが最高なんですよね。スープは濃厚でマイルド、美味しい。醤油の返しが効いていて深いコク。本場博多の赤のれんは割とあっさりとしているんですけど、こちらは濃厚でこってりだけどやっぱり赤のれんの味なんですよね。赤のれんはなんといっても麺が特徴的。低加水で平打ちの細麺。博多はもう少し薄く繊細なんですけど、こちらは気持ち厚みがあって強いコシを楽しめます。赤鯛一お願いします。お楽しみの替え玉が来ました。これがメインと言っても過言ではありません。卓上の紅生姜とすりごまをかけていただきます。本当は替え玉のためにスープを残しておくべきなんですが、スープが美味しくてつい飲みすぎてしまいます。皆さんはこうならないようスープマネジメントにお気をつけください。こちらは東京でしか食べられない岩のりラーメン。赤のれんの美味しい返しの味が染みた味付け卵もトッピングしました。すごいたっぷり。これだけの岩のりが入ってもこってりと濃厚なこちらのスープだからこそ合うんですよね。この岩のりの香りよ。柔らかく口どけのいい岩のりがたっぷり。そしてこちらも西麻布限定のトッピング、モロヘイヤ。もうこのままズドンといきます。はい、ズドン。スープにとろみがついてこちらも最高です。焼き餃子がなく、昔からこちらは水餃子なんですが、ワンタンと水餃子の間ぐらいでこれがまた美味しいんですよ。やっぱり明太子が食べたいんですよね。こちらの明太子は異常に美味しいです。こちらがいわゆる全部入りですね。盛り合わせ麺にはチャーシュー、ネギ、メンマの他にザーサイ、わかめ、ゆで卵が乗っています。こちらのメンマとザーサイのコリコリとした食感がいいんですよ。やみつきです。47年前からもうずっとこのままの雰囲気残ってるのがやっぱりここはもう名物になりますね。名物。
ランチもいいですが、こちらは朝までやっているので、飲んだ後赤のれんのラーメンで締めるなんて最高の贅沢も叶います。次のお店は JR 中央線高円寺。先ほどとは打って変わってこちらは癖が強めです。正直私は初心者にはおすすめしません。ですが豚骨ラーメン好きにはたまらないお店です。豚骨臭い愛すべき昭和の博多ラーメンを今に蘇らせ、福岡に草馬旋風を巻き起こした名店駒屋さんは福岡の博多ラーメン5選で伺いましたが、次のお店は創業は平成25年、その味を受け継ぎ、この東京に昭和の博多ラーメンを蘇らせた名店です。平日で雨なのにもかかわらず、開店前から長蛇の列を作ります。入店したら入り口でお金をこちらの箱に入れます。メニューは潔くラーメンのみ。麺の茹で加減も一律なので、お金を払って席に着いたら何も言わなくてもラーメンが提供されます。シャバ系と言われるこちらのスープ、とろみがなくさらりとしています。手柄、げんこつ、豚頭などを炊いたスープは濃厚な旨味と深いコク、草うまいと言われる香りですが、いわゆる獣臭とは違い、芳醇な発酵の香りなんですよね。ラードを使用せずあっさりしていて、発酵の風味が癖になる唯一無二の味わいがたまりません。麺は福岡で100年続く老舗の製麺所青木食さんの極細低下水麺。この麺コシがあって美味しいんですよね。しかも替え玉は無料なので、店内では替え玉コールがバンバン飛び交います。最初替え玉お願いします。替え玉が来ました。好みですが、私の場合替え玉は卓上のニンニク、すりごま、紅生姜を入れていただきます。替え玉お願いします。替え玉お願いします。福岡の駒屋さんでもニンニクを入れて完成だと言われましたが、こちらのラーメンは本当にニンニクが合いますよね。うまい。美味しかった。ごちそうさまでした。ちょっと結構骨が浮いてる。すごい。麺の種類は2つとか何種類か。ないし、一緒です。もう大丈夫。一緒の。それは型で。そうです。もう全部型です。次のお店は渋谷、泣く子も黙る一風堂の一番弟子のお店がこの渋谷にあります。創業は平成13年。この地に根付き25年、観光客のみならず地元の方々に愛され続ける名店です。お店の奥にある店名の由来にもなった師匠の言葉がかっこいいんですよね。メニューはラーメンは4種類、その他にも人気のメニューや一口餃子などもあります。ドリンクのメニューも豊富で、夜は居酒屋みたいな感覚で利用される方も多いようです。人気ドラマのロケ地になったこともあり、話題の尽きない有名店。アットホームな雰囲気で居心地がいいんですよね。こちらが一番人気のラーメンで、チャーシュー2枚に味玉、大きな海苔とネギ、もやしが乗っています。こちらはいわゆるチャーシュー麺ですね。大きくて分厚いチャーシューが6枚。このチャーシューが柔らかくて美味しいんですよ。
豚頭のみを20時間原型がなくなるまで煮込んだスープはこってりとして濃厚なうまみ、癖がなくマイルドで美味しいですね。麺はお店のすぐ近くにある製麺所で作られる自家製麺。その日の気温や湿度に合わせて配合を調節するそうです。麺は低加水 1mm の極細ストレート。麺の茹で加減は7種類。コシがあって小麦の香りも最高です。餃子は10個入りの他に半餃子や 1.5 皿餃子などもあります。はい、ありがとうございます。小皿置くよ。はいはいはい。でまず1つ目が餃子のタレ、はい。で柚子胡椒を餃子の上に乗せて食べるのが1つ目。あ2つ目はお酢で食べます。あ、はい。まずのお酢に、はい、お酢。ごまを2、3、4、5、6、7、8、9、10ごま10回、胡椒も10回、1、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。塩分がないので5、6滴ちょっと醤油を入れて、これも柚子胡椒を餃子の上に乗せて食べる。はい、ました。3つ目、からし高菜で食べます。これ自家製の高菜に餃子のタレを乗せて、これをつまんで餃子の上に乗せる。そうすると野菜感増したおやつみたいな。あ、そうなんですね。はい。お酢はい。を自家製ラー油。これちょっと辛いです。これにお醤油、塩分がないので醤油をちょっと足してあります。これは楽しいですね。餃子は小ぶりな一口餃子。パリッと焼き上げられた薄い皮。あんはお肉とネギ、玉ねぎ、ニンニクは入っていないそうです。個人的には高菜を乗せていただくのが本当におやきのような感覚で美味しかったです。砦といえばこちら、おむすびに限らずこちらはご飯が美味しいんですよ。大将が富山県の出身で、お米は富山県氷見産のコシヒカリ。こちらは注文を受けてから一つ一つ丁寧に握ってくださいます。おにぎり専門店顔負けの美味しさです。何もつけないで食べるとお米の香りや甘みがすごいのでもったいないような気もしますが、この明太マヨネーズも異常に美味しいので毎回苦渋の選択を迫られます。すごい。替え玉が来ました。替え玉を少し残しておいて先ほどの明太マヨネーズにつけると魅惑の明太パスタの完成です。これが何気にとてつもなくうまいのでぜひお試しください。こちらは卓上調味料が豊富にあるので、替え玉の味変にすりごまや紅生姜、ラーメンだれのほかからし高菜やニンニクも入れられます。次のお店は銀座。この歌舞伎町のすぐ裏手にある博多の夜を代表する長浜ラーメンの名店。創業は昭和61年、長浜の屋台から始まり、現在は3店舗、福岡の中洲と舞鶴、あともう1店舗はなんとこの銀座にあります。福岡のお店と変わらず屋台の雰囲気を残したお店の感じがなんともいいですよね。メニューはこちら。ラーメンが7種類で、その他にワンタンや酢もつなどもありますが、こちらはラーメンが主体で福岡の店舗ほど料理の品数はありません。また山ちゃんといえば博多の夜というイメージですが、こちらはありがたいことにお昼の11時から朝の4時まで投資営業なので、ただいまアイドルタイムに伺っています。ランチタイムには替え玉かご飯1杯無料のサービスもあるんですよね。博多山ちゃんのチャーシューはロースですが、こちらは大きなバラチャーシューが2枚。スープも博多はあっさり仕様。それに比べてこちらはこってり濃厚。それでもやっぱり山ちゃんの味なんですよね。
材料は福岡から取り寄せているので、東京で本場の山ちゃんが食べられる東京にいる福岡県民にとっては欠かせないお店です。こちらは銀座店限定の博多盛り。人気のトッピングが全部載っていて少しお得感があるんですよね。チャーシューと味玉、きくらげ、海苔とネギ。じゃあちょうどこの明太子を提案します。これは自分なりのやり方ですが、いつもご飯を注文して最初に明太子を乗せておきます。明太子でスープの味がわからなくなってしまうので、最初はノーマルを楽しんで後半明太子をスープに溶くと、それもまた美味しいですよね。うまい。じっくりと時間をかけて炊き上げた豚骨スープは濃厚で癖がなく、深いコクがたまらない美味しさ。麺は低加水の細麺。もちろんお好みの麺の硬さに指定することも可能です。私はいつも肩でお願いします。コシがあって小麦の香りがたまりません。先ほど作った明太チャーシュー丼もいただきます。はい、すいません。はい、入れますね。はい、ありがとうございます。替え玉もしました。替え玉はわざわざ券売機に行くことなく、現金でも対応していただけます。もう少量で十分です。こちらは高菜も無料なんですが、これが激辛なのでご注意ください。ごちそうさまでした。次のお店は中央区。本店の創業は昭和28年。博多ラーメンといえば知らない人はいない福岡の名店です。メニューはこちら。メニューは比較的シンプルで、福岡のしばらくと大きな違いはありませんが、なんとこちらは水炊きのコースもあるんですよね。まだ食べたことはありませんが、いつかは食べてみたいです。ラーメンだれ、塩だれとすりごま、次が紅生姜。お店の奥にスープ室があって、こちらで豚骨を36時間ほど骨の髄まで溶け出すよう炊き上げられています。油はほとんど浮いていません。ラードに頼らない純粋な豚骨の旨味。本場の博多ラーメンは実はこんな感じであっさりしています。しばらくのスープは豚骨と水しか使わないので非常にシンプルなのに分厚い旨味と深いコク。これが何といってもしばらくの特徴で、ここにしかない味なんですよね。麺がうまい。福岡県産の小麦で作られる歯切れのいい低加水麺。しなやかでもちっとした弾力。スープともよく絡んで最高なんですよ。この麺はなんとイタリアンの技術で作られているそうです。こちらもいただきました。実は福岡県人はそんなに食べないと言われている明太子。私も福岡にいる時はあまり食べませんでしたが、なぜか東京にいると食べたくなるんですよね。餃子は小ぶりな一口餃子。卓上の酢醤油と柚子胡椒でいただくのがしばらく流。辛いけど美味しい柚子胡椒。最高にうまい。こちらは東京のしばらく限定ざるラーメン。しばらくの低加水麺をなんと水で締めてそばつゆのようなタレでいただきます。これが昆布と和風だしでさっぱりいただけて美味しいんですよね。
こちらは大きなチャーシューが4枚、その他に味玉とキクラゲ、ネギと海苔まで乗った大判スペシャルです。大判はデフォルトのラーメンと麺の長さが違います。大判の方が 1.5 倍長く作られているそうです。福岡のしばらくは麺が短くすすりやすいタイプで、それに比べてこちらは長くすすりがいがあります。長い麺をすするのが好きな東京の人に合わせて考案されたこちらでしか味わえない一品です。替え玉が来ました。ラーメンのタレを少しかけていただきますが、このタレが初代しばらくから継ぎ足し継ぎ足しで受け継がれたラーメンダレと聞いたので、タレだけでいただいてみました。替え玉は食券を買うことなく席に座ったまま現金で支払うこともできます。すりごまをたっぷり、紅生姜もいただきます。隊長の推奨されるのはこれ肩が一番。季節によります。暑口の大体10月末11月ぐらいだったら乾燥してるので、バリカタとか粉落としがスーってこうお湯が入っていくので、全然違います。麺の軽さが違う。揚げる時の特に湿度の影響を受ける低下水麺は乾燥している時期が一番美味しくなるそうです。冬のラーメンは最高だけど、麺まで美味しくなるんですね。本場福岡の味として外せないこちらのお店にも寄ってきました。創業して40年にもなる福岡のソウルフード。あんこやカスタードなどもありますが、メインは甘くないおかず系のちょっと変わった今川焼きみたいな感じ。有明海のムツゴロウをモチーフにしたユニークなこちらのまんじゅうが子供から大人まで大人気。福岡を中心に現在20店舗、東京ではこちらの青戸駅前店でしか食べられません。メニューはむっちゃんまんじゅうのみ、こちらの9種類があります。今回は4種類買ってきました。なんとも愛着の湧くムツゴロウの形が可愛らしいですよね。中身はハムと卵、キャベツも入っています。マヨネーズが入っていて、生地はほんのり甘くふわふわもちもち。何がいいですか、中身。このマヨネーズがうまい。このね、すごいうまい。全部毎日。ほんのり甘い生地にマヨネーズの塩気とコク、マイルドな酸味がたまらない。これがやみつきなんですよ。焼きたてすぐじゃないと卵が固まってしまうので、とろっととろける半熟卵をご希望の方は10分ほど待ち時間がかかりますが、焼きたてを買うことも可能です。通常はこんな感じで、卵は完熟です。ゴロゴロっと大ぶりのタコがたっぷり入ったこちらは、キャベツが入った大きなたこ焼き風のゴロゴロちゃん。こちらはなんと中にハンバーグが入ったむっちゃんバーガー。このハンバーグがなんとも懐かしい味わい。キャベツ以外の食材は全て福岡から届くので、間違いなく現地と同じ味。創業以来40年変わらず、昔懐かしい手作りの味。むっちゃんは生地も美味しいけど、味の決め手はやはりこのマヨネーズ。酸味はマイルド、コクがあってクリーミー。これがあまりにも美味しいと評判で、ついに商品化されることとなったむっちゃんのマヨネーズ。嬉しい業務用で 1kg1100 円。もちろんお土産に買って帰りました。それでは皆さん、東京にいながら福岡に行った気になれる博多ラーメン5選はいかがだったでしょうか。美味しそうだなぁと思ってくれた方はぜひ高評価を。東京でんどこでんばってん博多ラーメンは最高倍という同郷の方はぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。